誰？皆さんこんにちは。今週も週末のハーレムの感想を語っていきます。まず本編前にちょい見せバージョンの感想ですが、前回の翔太無双の内容からですね。ゆずき先生やなつちゃんとのメイティングの様子が描かれていました。ただやはり反則のための映像だからなのか、かなり規制されていました。しかし2人ともめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ完全版を見たくなりますね。翔太が羨ましいです。さて本編ですが、薬の開発に悩むレイトのシーンからスタートです。しかし個人的には彼が今やるべきことは薬の開発でなく早急なメイティングだと思います。そして新キャラの登場です。新しい担当のマリアちゃんとレアさんです。2人とも美人さんですが、レアさんの表情はその手の紳士にはストライクでしょう。なんでもミラちゃんが担当から外れたのはレイトがメイティングしないからとのことで、かなりキレてます。理由は違えど、メイティングしないのに怒ってるところは我々と一緒なので、レイトには一刻も早くメイティングしてほしいところです。そして世界の謎に関する重要人物がいるとのことで温泉に向かいます。この手のアニメで温泉というと確実に違う目的な気がしますが、深くは突っ込みません。あと道中レイトのせいでお茶をこぼしてしまったマリアちゃんがトイレで着替えるシーンがあるのですが、そんなもんまで洗うんかと突っ込んでしまいました。しかしこの扉越しの会話だけである程度仲良くなってしまうところがさすがにイケメンです。そしてお待ちかねの温泉、当然ながら期待通りの流れになります。レイトはいかにもみんななぜみたいな顔ですが、確実に確信犯でしょう。この辺の内容はお約束ながらも王道ですので、各自チェックしておいてください。そしてヘタレのレイトが逃げ出して重要人物らしきおばちゃんの元へ行きますが、おばちゃんが何も話してくれず進展しないため、レイトはもう一度温泉へ向かいます。サウナへ入るとクロエちゃんという留学生と出会います。話の流れで我慢比べをすることになり、男らしい顔で応戦するレイト。こんなことよりメイティングで男らしさを発揮してほしいところです。その後のぼせたクロエちゃんを介抱しようとしてみんなに見られて誤解されるというお約束の展開です。というかメイティングすればいいのだから誤解もクソもそのまま言ってほしいところです。その後おばちゃんが昏睡状態に陥ってしまいというところで今週は終了です。今週は新キャラが大量に登場しメインストーリーも進んだ感じです。しかしレイトのパートだとどうしてもメイティングにならないため若干見応えが足りません。クロエちゃんとかかなり好きなんで教授のパートあたりにドラフト移籍してくれませんかね。とりあえず来週はメインストーリーとメイティング両方の意味で期待しようと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。